こんちは。生産装備禁止の 4G 攻略パート12始めてまいります。さてと、今回もいきなり武器製作から開始します。海賊狩りの魂という太刀です。いやー、この武器も懐かしいな。ご存知ワンピースとのコラボ武器だね。なんといっても特徴はその見た目。なんと、1武器で3本の刀を持つことができるぞ。先に言っちゃうと2本はただの飾りですがね。でも非常に凝った作りになっています。それよりこの武器がすごいのはその性能。外心 60% と素の長い白ゲージが目を引きます。素の倍率は160と低めなんだが、実質の期待値は184と悪くないね。ここに白毛の補正とスロさんによるスキル自由度が加わる。総合して優秀な物理たちと言えるだろう。上位イベ武器全体でも相当高いスペックです。イベント装備も格差社会ですね。一番の懸念はズバリたちであることです。だからこその性能ってわけじゃないでしょうけど。弱特まで含めてヒットストップがすごそうなんだよね。まあとにかくこれでやってみるか。とりあえずは G1 のキークエを消化していくよ。まずは虫やら爬虫類やら序盤の大型たち。とはいえ相手の性能も G 級相当に強化されています。全く楽はできませんよ。最初はアルセルタスアシュ君です。もちろん G1 キークエでは最弱クラスの相手。肉質は腹が60の足45で、原種より少しだけ硬い。それでもちゃんと弱特が有効なのは偉いね。先行は超道分なしで5個しか持ってきてないけど、ナメプだったかなこれ。まだ微妙に物資不足を引きずっております。G 級まで来といてお恥ずかしい話ですが。ただこれは武器を信用してるからというのもあります。MH4 当時以来ですが、強かった記憶があるんですよね。4の太刀は 4G よりさらに弱武器だったけど、趣味で多少振ってはいたんだよな。無難にダラタチとか使ってたような。4G でもダラタチは鉄板武器だよね。威風堂々になく次元は攻撃力が非常に高いですが、期待値は海賊狩りの魂がわずかに上回っています。それでいてゲージ量はこちらのが長いので、物理面では上位互換になってますね。太刀の中では本当に決定版みたいな立ち位置だね。もうちょっと武器種が強けりゃな。さて、開幕はいい感じに進んでたけど、やっぱ好きでかすぎるなこの武器。全体的に動作がもっさりしている上に、ヒットストップが大きすぎて振りがくっそ遅いですね。この中で大回転切りを当てないといけませんが、最後まで振るのに時間がかかりすぎます。モンハンにおいて条件付きの強化状態イコール弱体化。これは過去の動画でも言ってることだね。太刀の色なんてまさにそれだよ。赤ゲージじゃないと火力が低いってことだからね。セカンド G までは連気ゲージを回収するだけで済んでました。やらなきゃいけないことが増えたんですよね。ゲージの使用も切れると一気に無色になりますので、土台火力が出せない武器というわけです。で、色を上げるにはヒットストップがでかすぎてきついんだよな。切れ味が良すぎるのも考えものだ。邪悪の話だけど、クーネが強いのはこの辺もだね。緑ゲージで火力を出せるのはメリットが大きい。弾かれにくいって強みは確かにあるんですが、基本弾かれるような部位は殴りませんしね。予想はしてましたがやはりきつそうですね。今後の戦いについてこれるでしょうか。まあ言うても上位武器だからねこれ。最初から無双できるような期待はしてないよ。とりあえず今回の動画の範囲くらいは活躍してくれ。頼んだぞ。さすがにちゃんと通用しているようでした。中型なんで通用してもらわないと困りますが。ステータス通り理論火力はちゃんと高いね。G 級序盤なら問題なくいけそうではある。やはりその火力をどう引き出すのか、そこがかなり不安だな。防御力400では火ダメがかなり厳しいです。大回転の度に食らってたら体力が持ちません。この悩みは周回の度について回りますが、今回は武器にも制約付きなのが厳しそうですね。この武器、攻略用にちょうどいいかと思ったが、甘かったかな。7分半でアルセアシ討伐完了。これは、なんとも言えんタイムだな。下り具合の割には早かった気もします。慎重にやれば攻略は問題なさそう。でもやっぱりヒットストップがとにかくきついです。弱特つけるか迷うレベル。そう思ってもう1パターンスキルセットを用意してある。外視性能入りも試してみよう。地味に性能3スロ2のお守りがあった。耳栓と性能が両立したぞ。火力スキルが攻撃賞だけという貧弱っぷりですが、立ち回りの強化で吸収できるか。お次の相手はケチャーシュです。こいつもまあ嫌な相手ですね。なんつうか、4G らしい強化を受けたやつだよね。頭に弾かれるってのはプレイヤーをどうしたいんだよ。こいつの硬い頭、残念ながら太刀と相性絶望的。ちょうど振りかぶった時に拾われやすいんだよな。常に硬いわけではないですが、大部分は弾かれます。頭に浮かぶ模様が非常に腹立ちますね。これ、頭を物理的に硬い膜で覆ってるようですけど、前が見えなくなったりしないんでしょうか。視力を補うように耳とかいいんじゃねえの。知らんけど。ガードされた状態の頭肉質は驚異の10。こんなやつがミラボレアス級の硬さをしているぞ。
当然ですが、白足す連気ありでも余裕で弾かれます。ストレスから抜け出すには鬼人斬りを使うしか。鬼人斬りは弾かれ向こうが偉いんですけど、ゲージがカツカツなんですよね。あんまり使ってるといざって時大回転が出せない。いろんなところに不便が出てくる武器だな。まあ、こいつの場合そもそも大回転を当てる隙が、いつ入れればいいんすかね。一つわかりやすいのは転倒時ですかね。あんまりこけてるイメージないですけど。それにしても、回避性能があんまり生きてる感じしませんね。単純に動きに慣れてなくて微妙です。タチは一振りの隙がかなり大きいからな。性能とはそもそも相性良くないかも。性能は現状、通撃とトレードオフになってるから、立ち回りを保護するなら回避距離も考えられるかもね。この装備、回避距離のポイントが9もあります。武器スロが1あれば発動できそう。とりあえずこれはケチャーシュやってから考えますか。ひとまず狩猟してみます。なんというか、やっぱり香ばしいモンスターだねこいつ。黄色取るだけで7、8分かかったよ。動きまくっててマジで転倒以外で当てる隙なかった。非属性が追加されたのは個性が出ていいとして、それ以外の強化の方向性が全て飽きまへんね。主にすきつぶしが増えるのはモンスターハンターの常ですが、無理くりモーションを追加した後が見えて嫌ですね。これさ、プレイフィールちゃんと考えて設計してんのかね。そりゃ難易度を上げるのは簡単だろうけどさ。前後の隙がなさすぎて相手が一方的に有利なんだよ。攻略の余地がないんだよね。G 級でやりやすくなったモンスも多いんですけど、序盤の連中は残念ながらこういうのばかりですね。いろいろ言いましたが結論、タチではケチャーシュきついです。あえてタチを持つ意味が全くない。動き回る系はタチ無理だなこれ。ある程度どっしりしてもらわないと攻撃できんわ。困ったな。G1 は前半のキープ絵をこれでやるつもりだが、我々の精神が折れないか心配になってきた。ハンマー縛りもかなり苦労した覚えがありますが、こっちの方がしんどいかも。で、15分割になってようやく弱りました。とにかくストレスフル、これにつきます。意外にきつかったのが切れ味問題だ。この武器、白使うとすぐ黄色まで落ちちゃうね。技物も弱徳も攻撃アップも耳栓も回避も欲しい。縛りがきつすぎるぜ。自分たちで始めといて今更ですけども、ちゃんと辛くなっております。ということでケチャーシュクリアしました。タイムは16分ちょうどくらい。こいつも具だった割には、って感じだったね。やはり海賊狩りの魂、火力だけは本物だな。でも回避性能は明らかにいらなかったね。弱徳で火力を出す方向の方がいいだろう。次のクエはなおさら火力がいりますからね。いよいよ正念場です。さ、では G1 最初の問題児いきますか。3度の飯よりドスガレオスです。我々投稿始めてから何回やってんだよこれ。物好きにも程があんだろ。正直ここまでの流れでかなりビビってる。タチでクリアできっかな。ドスガレ君はモンス自体は普通なんですが、移動先にマップのみの2等クエなのが問題ですね。タチと本体の相性も未知数です。1体だけにするまでがヤバそう。若干怖いもの見たさもある。やらないと始まらんな。まずファーストインプレッションだけど、思ったより弱点を直に殴れなさそうだな。ですね。もうちょい腹とか首とか切ってるイメージでしたが、ちょっとモーションに追いつかなさそう。これは足を切って転倒狙いにシフトしますかね。足の肉質は35とそれなりです。転倒時間とか取りやすさはよく知らんが、火力を出すきっかけをつかみたいな。で、早速だけどもう合流してるよ。下画面にバッチリアイコン増えてたわ。いくらなんでも早すぎでは、片方は別エリアが初期のはずですよね。さすがに2頭同時に相手はできません。すぐに片方を移動させましょう。相手したい方だけにペイントでマーキングしよう。これなら判別しやすいぞ。このでかい方が後から来たやつだね。巨体だとむずそうだな。言うてどっちもでかいですけどね。苦労するのは間違いないでしょう。この最初の合流、なかなか移動してくれなくて焦りました。分断できないとゲームになりませんので。4G のドスガレは距離を詰める近藤が豊富だ。昔は足踏みとブリスしかしてなかったけどな。小型も含めて戦闘中に突っ込まれまくる。移動しないうちに手を出すのはやめよう。2頭集まると凄まじく邪魔ですね。1頭でも嫌なのに。結局怠慢できるまでに2分近くかかりました。今後は合流頻度減ることを祈りたい。移動可能エリアが実質2つっていうね。こんなとこまで昔を再現しなくていいんだけど。で、ようやっと攻略に移れるんだが、少しやった感じタックルのきつそうだね。まず単純に火力と攻撃範囲が強力です。足を狙ってると巻き込まれやすいですね。さらに反撃しづらいのも厄介。思ったよりも移動距離が長めです。こいつ体が縦に細いからさ、微妙に攻撃当てづらいのよね。鬼人斬り系なら横に広いから当てやすそう。それを活かすしかないかな。ゲージの残量には気をつけつつ、転倒も狙っていきましょうね。ボスが移動した後も小型が凄まじく邪魔ですが、これはもう我慢するしかありません。ガレオスは掃除が面倒なのが一番やばい。
吹き飛ばすと水やられも持ってるし。総合的なキモさだと全小型で一番なんじゃねえの。属性詰め込みすぎだろ。せめて大型とコンボにならないように祈りたいですね。視覚から攻撃されるとケアしきれませんよ。G1 のキークエは前半と後半に分かれているんですが、間違いなく前半で一番厄介なクエですね。ソロ攻略だとだいぶ大きい壁になると思うよ。その時点では全員が装備貧弱で挑まざるを得ないし。それこそイベ装備込みなら抜け道もあるっちゃあるけど、劇的に楽にすることは難しいかな。対策としては音爆弾を限界まで持ち込むことですかね。火光で当てれば、それなりの隙を確保することが可能。今回我々は3個しか持ち込んでいませんが、これはナメプなので真似しないようにしましょう。なんか知らんけど泣き袋が全然なくてな。シンプルに作れなかったんだよね。ドスラン系のギルクエやれば腐るほど集まるんだけど、そっちの寄り道はしてなかったからな。そういえばマカレン金で増やせたんですよね。出発前にちょろっと寄っとけばよかった。今お見せした通り、結構な時間拘束できます。弱点も殴りやすくてかなり有効ですよ。もっと持ち込んでおけばよかった。このクエ、とにかく最初の一頭を駆除するまでが勝負だ。でもまあ、狩猟自体は順調かな。あとは火力さえ足りてればクリアは安泰っぽいね。そこはここまでの狩りである程度実績があります。海賊狩りの魂を信じましょう。さて、最初の一頭が無事に終わりました。今だいたい12分経ったところですね。当然早くはないんだけど、上位たちにしてはいいペースと言えるんじゃないか。よーし、とにかくこれで邪魔してくる奴はいなくなった。あとはじっくりもう一頭に臨めるぞ。2回目以降は合流頻度こそ落ちましたが、それでもするときはしましたからね。当然くっそ邪魔なのでその度に肥やす必要があり、戦闘のテンポが崩れてしまいます。肥やし玉が切れたら火力が足りてない証拠だ。その場合はリタイアした方がいいだろうね。足ダウンを狙う戦法自体は正解だったね。ここでダメージ取ったり、色を回収したりできた。ダウンのペースはそれなりといったところでした。ここは氷武器の方が安定するかも。でもまあ、なんだかんだたちでも G1 やれてますね。海賊狩りの魂、作ってよかったかも。正直半信半疑ではあったのよね。いかんせん素の倍率がかなり低いからさ。でもやっぱ会心と白ゲージの恩恵はでかかったわ。G 級最序盤の武器にも見劣りしてないね。G 級武器もモンス素材求められたりしますからね。武器を作るための武器がない状態になりがち。その意味では一番輝かせられる部隊かも。海賊狩りの魂も例によって強化は上位までですので。これ G 級版あったら結構強そうなんだけどな。もったいないよね。つうことで2投目も順調に進んで、なんとか20分張りでクリアできたぞ。タイムは予想通りではありましたかね。一四つもしてないのはナイス。これを超えられたのはだいぶ安心です。他にも難しいクエはありますが。2投クエってだけで重いからね。よくやったわ。さてと、ドスガレが G1 前半の山とは言ったが、まだまだ油断はできないぞ。例えばこの鉄かぶらアシュ君。本人はシリーズでもだいぶ存在感がないですが、火力が高すぎて単体としてはかなり強いです。太刀的にはドスガレよりきつかったかも。攻撃範囲が広いのはあかんて、タチ君の貧弱な足じゃ逃げ切れないんだよ。速攻で一落ちして正直かなり焦った。なすすべもなく死んだね。実はすでに1回死んでリタってるんですけど、どうしたもんかと焦りましたね。この子、探索を除けばキークエくらいしか用がないので、あんまりパターンとか頭に入ってません。ティガーシュのギルクエが派生するから偉いところもある。どういうつながりかは不明だけど、探索だとペダンでほぼはめてるだけだから、立ち回りもクソもなくなるんだよな。あちらはとにかく素早く回すことが求められますから、間違ってはないんですけどね。この子も転倒させて大回転を当てていますが、その場合は四股踏み攻撃が非常に厄介です。発生早いし攻撃範囲が広すぎんだよな。その上大ダメージに勝ち上げもあるし。これは回避距離にしても変わらなさそう。そもそも回避を出す前に食らってるし。うまいこと尻尾側から切ればしっかり避けきれます。ここは慣れが必要ですかね。肉質はまあまあ柔らかいので火力は足りるはず。かなり苦しいですが頑張りましょう。くそ、ドスガレが撮影の山だと思ってたのに、普通にしんどくて参るぜ。はあ、やっと弱った。なんか20分経ってんだけど。結局ドスガレ2頭とあまり変わらないタイムでしたね。まさかこんなに苦戦するとは。やっぱり G 級序盤の撮影はぐったりきますね。楽なクエストがないっていうか。まあ縛りだからってのはあるけど、それより相手がしんどいね。ともあれこれで G1 キークエが半分終了だ。お姉さんから火薬の話が出るぞ。マジオスくん活動開始ですね。夏は油が溶けて嫌がりそうですけど。ここからもぐっと難易度が上がって難敵揃い。難しさのベクトルがあれな子たちばかりですよ。こっからはさすがに立ちもつきにならんわ。マジでストレスでハゲるぞ。
よし、じゃあ今回はこの辺で締めるか。少し早いけどね。本当は通常ザザミ戦も撮ったんですが、ちょっと普通すぎてカットさせてもらいました。あまり触れられなかったけど、これが海賊狩りの魂。しっかり3本対等していますね。抜刀すると口と両手で持つ。判定はもちろん一つ分。ゲージの色もしっかり反映されてよくできてるよね。これぞイベ武器って感じ。上位武器としてはちゃんと性能もついてきていました。作ってよかったと思います。次回は G1 キークエ後半から気合い入れていきましょう。ガララッシュどうしようかな。これといって楽な方法ないのよね。ほいじゃ、次の動画で。またね。